それでウクライナ滞在2日目です。今ね、朝の5時ぐらいなんですけど、自分がどうしても行きたいね、ツアーに、今日一日参加して、もう予約もしてあります。そのツアーなんですが、チェルノブイリというね、街に行く、ツアーです。で、おそらく視聴者の方、私のね、チャンネル見てくれてる人は、割と年齢層が僕よりも上の人たちが非常に多いと思いますので、チェルノブイリというね、ワード、聞いたことある人多いと思います。チェルノブイリといえば、人類史上最悪の原子力発電所の事故が起きた、場所です。人は今でもね、自由にそこで暮らすことができなくなって、そこに住んでた人たちがね、みんな避難して、多くの方が亡くなったというね、歴史上すごい残る、事故です。はい、そんなウクライナのね、チェルノブイリに、行くツアーっていうのがあるんですよ。もちろんそんな原子力関連のね、施設も行けて、ウクライナ政府が立ち入りを禁止している制限エリアにも入ることができて、もちろんね、許可を取ってですよ。で、撮影もできる。全部その申請もしてくれて、外国人たちをね、ピックアップして連れてってくれるっていうツアーが再開したんですよね。これなんでかっていうと、今まではですね、この、今戦争状態にあるウクライナとロシアで、ロシア軍がね、そのチェルノブイリ、発電所をですね、占拠してたりとかして、ニュースでも見たことある人いますよね。なかなかできなかったらしいんですけど、今ね、安全が確保されたということで、いわゆる外国人観光客向けのツアーがね、再開したんですよね。で、誰でもね、申し込みをして入ることができると。ツアーじゃないといけないです。それは、縛りはあるんですけど、ウクライナ政府が管理しているもと、中に入ることができるというのがありまして、それをね、見つけたというか、これ行きたいなとずっと思ってました。このコロナになる前からね、ウクライナ行くならチェルノブイリに行きたいと私は思ってたんですけども、なかなかもう無理かなと思ってたんですが、再開したということで、今回それでね、ウクライナに来ました。それではツアーのね、集合場所まで移動したいと思います。集合場所はキエフ中央駅の近くですね。そこまでちょっと配車アプリで移動しようと思います。集合場所まではね、ボルトで行こうと思います。これいろいろ調べたんですけど、最初到着した時、ウーバー使ったんですけどね、ウーバーがだいたいね、ボルトの倍ぐらいします。で、ボルトがその半額。で、あと、ヤンデックス号がさらにこのボルトの半額ぐらいの3段階ぐらいね、なってるんですけど、で、ヤンデックスね、自分も使ったことあって、それでいいんですけど、なぜかね、現金しか使えなくて、クレジットカード登録は、ちょっとウクライナ入ってからできなかったんで、ワンタイムパスワードとかそういうのじゃなくて、なんかずっとエラーが出るんで、もうそんなに金額ね、高くないんで、ちゃっちゃといけるやつで、標準的なボルトで行っちゃいます。ということで、もうボルトの車捕まったんで、行きましょう。今の時間はね、朝の6時、20分ぐらいです。で、ツアーがね、7時20分開始なんで、もうそろそろ行った方がいいですね。まだかなり暗いですけど、駅までは3キロぐらいなんで、ちょっと歩いていくのしんどいですよね。なんで、ボルト、もうあれじゃないかな。すぐに車が捕まりました。やっぱり、ウクライナすごいね。早いです。ということで、ホテルからボルトで集合場所に来ました。95フリブナだったんで、400円いかないぐらいですかね。安いです。で、場所はね、ここで合ってるはずなんですけど、ちょっと写真と違うな。すげえ心配。人も全然いないし。どうしようかな。あと40分ぐらいなんだけどな。Google マップ通り来たんですけどね、場所が合ってるか分かんない。誰もいないし。今、近くにいたおじさんに聞いたけど、場所は合ってるとは言ってましたね。ただ、集合場所かは分かんないみたいな。なんか嫌な予感がしてきましたね。これもあと20分ぐらいで出発なのに誰も来てないし、車もないし、そういうスタッフもいないんですよね。これもしかしたらツアー再開してんのかな。俺そういう風に聞いて、しかも調べて自分で来たんだけど、でも予約もできたし、チケットも送られてきたし、予約完了メールも来て、で集合場所も全部連絡来てるんですけど、これないパターンかな。とりあえず時間まで待ちますか。いやー、それだったらウクライナせっかく来たのにな、チェルノブイリ行けなかったらちょっと自分としては納得できないな。これでツアーがなかったらどうしようかな。もう行けないってことになったら、返金のあれもあるけど、お金の問題じゃないですよね。マジさすがにあと10分ぐらいで
出発なのに誰もいないっていうのはおかしいですよね。場所が違う可能性もありますけどね、私の。でも今メールもしたんですけど電話は繋がらなかったです。メールは一応したんですけど、いやーちょっとやばいなこれ。自分はトリップアドバイザー経由で今回ツアー予約したんですけど、今ツアー会社調べたらちょうどこの集合場所のビルに本社というか本店があるみたいなんですけど、旅行会社のオフィス系ではないんですよね。もう潰れたのかもしれないですね。で今ビルの入り口で入ってるテナント調べたんですけど、自分が予約してる旅行会社の本社っていうか本店ないんだよね。潰れたのかなってことは完全にこれないパターンだよねツアーが。これは分かんないよほんと。どうしよう。今このビルに入ってるテナントを全部これ書いてあるやつなんだけど、どこにもないもんな。はあ、もうこれないパターンですよね。もう諦めるしかないかな。あと10分ぐらいだけど。ということで出発時間ね過ぎたんですけど来なかったです。誰もいないし多分これはツアーないでしょうね。マジか。いやでももうねこういう今状態ですからね、国がね。多分ホームページとか予約の設定はそのままになってて、もうそういうツアーの会社とかツアー自体がもうないのかもしれません。それはもう調べても分かんなかったです。もうそういう風に思うしかないな。もう金額はね1万4000円ぐらいなんですけどね、一応トリップアドバイザーに返金の要請をちょっとしてみようかなと思いますけど、ちょっとショックですね。今回ウクライナに来た大義名分がこれでなくなってしまったんで、いやでもせっかくここまで来てるからね、とりあえずちょっとあまりにもショックが大きいんで一旦ホテルに戻ります。とりあえずホテルに戻ってきたんで朝ごはん食べますわ。今日はもう朝も食べれないつもりだったんですけどね、だいぶ予定が狂いました。それじゃあちょっと予定外でしたけど朝ごはんです。これ無料です。すごい食べるもんいっぱいあるわ。うわー野菜ある、嬉しい。お決まりのハムチーズ、あとウクライナっぽいものも多分いろいろあると思います。すごいね、ホリデーインちゃんと卵もありますね。オムレツコーナーもありますね。これクレープみたいなやつだ。ウクライナ一発目の朝ごはんはホリデーインの朝食です。オムレツコーナーで作ってくれました。あとサラダとかサラミとか、あとこの、ロシアの定番料理、ウクライナも同じですよね。ウクライナが発祥かもしれないけどクレープみたいなやつ、ブルヌイだっけ、すいません間違ってたら。これ美味しいです。あと野菜炒めたやつとかソーセージとかですね。ホリデーインとしてはと言ったら失礼ですけどかなりしっかりしてるんじゃないですか。日本のホリデーインもこの前すごいいいなと思いましたけど、シンプルでパンハムチーズだけみたいなところ多いんですけど、でも南アフリカも良かったよね。ちょっともう今絶望してるんでご飯食べて気を紛らわさないとやっていけないです。ウクライナは戦時下ですけど食料は豊富にあるんですね。ホテルの朝ごはんとかでなんか支障があるような感じはしませんね。とりあえずどうしようかな。今日予定をだいぶ変更しないといけないですね。それかもう明日1日あるんで、もうそれを早めて出国するのもありですね。ちょっとその辺もちょっと考えながらちょっと決めようと思います。サラダがうまそう。すごい具だくさんの大きいオムレツ。それで今部屋に戻ってきたんですけど、あれから朝ごはん食べた後に一応ねホテルのスタッフの人に、こういうツアー申し込んでて、今実施されたりしてるのか、他の業者ないのか聞いたんですけど、ちょっとわからないっていうことで、もうそれはもう諦めました。それで本来は今日がツアーで明日1日
キエフ市内の観光をちょろっとしようかなって思ってたんですけど、もうウクライナでの滞在もちょっと、一日ね、短く、短縮することにしました。明日の昼に、バスセンターから出るね、ウクライナを出国するバスを、もともと明後日出発の、バスをね、急遽明日に変えて、ちょっと手数料はかかりましたけど、ちゃんと予約も取れましたんで、で、明日の昼にウクライナを出国して、で、その次の国からね、また飛行機で移動する予定だったんですけど、その飛行機も一番ね、高い予約変更ができるチケットを今回予約しておいたんで、手数料も無料で便を変えることができるので、その辺も心配しなくていいかなということで、そう、あくまでも目的はチェルノブイリだったんでね、それができないとなったら、なるべくこういう状況なんで早く出国した方がいいかなというふうに決めましたんで、はい。なんで明日はもう、この、ウクライナを去ります。で、今日は明日もともとやる予定だった市内をね、ちょっとブラブラ歩くのも、ちょっと今まだ午前中の9時前なんで、時間はたっぷりあるんでね、今日はね。はい。なんで、それを今からやろうと思います。で、とりあえず今から、外に出かけます。とりあえず今からまたさっきの場所に戻る感じになるんですけど、今からね、キエフの鉄道の駅に行こうかなと思っております。ちょっとネタバレになっちゃうんですけど、明日ね、ポーランドに出国する予定なんですよ。で、バスはすでに持ってるんです、バスのチケットはね。ただワンチャン列車が取れたら電車で行きたいなと思って、オンラインで全然取れなくてね。で、調べるとやっぱ窓口行ったら買えたっていう人もいたんで、明日なんでね、席もないかもしれないですけど、できれば寝台列車で、行きバスで来てるからね、そう、違うやつで帰りたいなと思って、チケットがあれば買おうかなと思って、最悪バスのチケット捨ててもね、いいんで、とりあえず今から駅に行きましょう。で、その後ね、ウクライナの地下鉄に乗ってみたいんで、キエフで走ってるんですよね。で、それもちょっと乗りに行こうかなと思います。ホテルの建物の中というか、1階がですね、スーパーマーケットになってました。ちょっと覗いてみましょう。ウクライナのスーパーマーケット初めて見ます。このようなコーヒーマシンをやたら見かけますね。すごい先進的ですけど、いくらぐらいするんだろう。アメリカーノだと35ですね。100円ぐらいです。安いですね。クレジットカードでタッチ決済できます。すごい何でもありますね。もう本当にその辺のヨーロッパの国と変わらないぐらい品揃えがすごいいっぱいあります。サラダもありますね。クリスマスのシーズンなんで、クリスマスのものがいっぱい売ってますね。すごいな。ホテルの中っていうか建物の中にこんだけあったらすごい便利ですね。ナイスチョイスをしたと思います。うわー、すごい美味しそう。ピロシキとかも売ってますね。おかずとかも売ってますわ。はい、こんな感じでイクラも売ってますね。さすがですね。値段は少々張りますか。だいたいね 3.79 ぐらいなんで、日本の ×4 ぐらいの計算でいいのかな。259だから、でも1000円ぐらいですね、1缶ね。もうちょっとするかな。サーモン系もだいぶ充実してますね。ウラジオストク今年行きましたけど、それよりかははるかに品揃えがあと綺麗です、お店が。そんな気がするな。ケーキうまそうだね。それワンホールでたくさん売ってます。これも1つチョコレートケーキ1200円とか、300で1200円ぐらいでしょうね。そんな高くないです。やっぱ物価は安いですね。ロシアはね、経済制裁のおかげでコカ・コーラの販売が基本的にできなくて、偽物コカ・コーラとか偽スタバとかありましたけど、ウクライナはね、普通にコカ・コーラの生産が行われてて売られております。で、コーラがだいたい25ですね。なんで 4× と、1本100円ぐらい、ペットボトルが日本よりも安いんじゃないでしょうか。日本でスーパーで買えば100円切ってるか。結構皆さんが普段見るようなね、セブンアップとかペプシとか、こういったものも全然普通に売ってます。水が19、20ぐらいなんで、これも80円とか、それぐらい100円切ってるでしょうかね。水はそんな安くないかもしれないね。
これスーパー価格なんでね、ビールもいっぱい売ってますね。だいたい31から40後半ぐらいの値段で、瓶ビールの方が安いやつもありますね。品揃えはすごいです。お酒の種類もすごい充実してますね。ウイスキーもこんなにいっぱい種類あって、こっちもウイスキーと、あとウォッカとかもあるかな。ロシアと同じくウォッカを飲む文化ですから。あとね、これ全部ウォッカですね、こっちはね。あと隣のモルドバ、私が通過してきた国ですけど、ワインがすごい生産が有名で、ワインも安く売ってるみたいですね。こちら全部ワインコーナーでした。すごいね、両サイド全部ワインです。めちゃくちゃ広いわ。スーパーでちょっと安いね、4割引きとかなってますね。はい、一番安いワインはね、このジョージア産のワインでした。199とかそれぐらいですね。オレンジジュースとかが1本80とかですかね。ちょっと高いですね。オレンジジュースは結構どこの国行ってもまあまあ高いですからね。そう、300円超えはしますかね。いろんな種類ありますけど、この辺もまあ100とかいってるんで、いや、いいんじゃないですか。全然もう不自由しないですね。なんかもう安心感があります。すごい。とても戦争してる国とは思えないですね。パンもだいたい100円前後のものが多いです。1個結構でかいですね。すごい美味しそう。なんかクリスマスのやつもおしゃれに見えるな。日本で見るやつよりも。ちょっとコーヒー買ってみたいと思います。アメリカーノにしよう。35取って、で先に決済しないといけないですね。それ決済を、はい、始まるんかな。始まりました。コーヒー買ってみました。1杯35、100円ちょっとです。ちょっとね、量が少なかったな。思ったよりも量が少ない。このオレンジ色のラインぐらいしか入ってないな。美味しい。味は普通に美味しいね。すごい寒い。ということでキーウ中央駅に来てみました。こんな感じの駅です。ホテルからはだいたい100ぐらいで来れました。なんで400円かかってないぐらいかな。やっぱロシア感、ソ連感が結構ひしひしとありますね。重厚な感じの作りで大きいです。あと広いですね。あそこにマクドナルドもあります。よく駅前にあるような売店系もたくさんあって、ここが交通のね、要所というか、こんな感じですよね。寒い。ちょっと駅の中入ってみましょうか。もともと電車でね、来てないんで、バスで来てるんでこの駅に来ることはないんですけど、やっぱり見ときたいですよね。扉がすごい重厚だ。あと音楽がなんかおしゃれ。うわー、すげえな。すごいです。これが駅なのか。すごい。このなんつったらいいんですかね、迫力すごいね。ウクライナ国旗もあって、ちょっとやっぱり戦争のそのなんていうのかな、広告みたいなのもすごい出てますけど、素晴らしいね。感動しますね。すごい行き先の数ですね。ほとんどが国内の行き先ですよね。唯一多分今行けるのがポーランド、ベラルーシとか行けるんかな、どうはちょっと分かんないですけど、リビウとかオデッサとかはもう全部国内ですもんね。リビウとか多いですね。ちょっと分かんないです、ごめんなさい詳しくは分かんない。昔はね、モスクワ直行とか、あとフランクフルトとかもその EU の奥深くまで行くような列車とかあったんですけど、直行っていうのは確かみんなが知ってるところだともうポーランドぐらいしか多分ないと思いますけど、もし売ってるのであればポーランドまでの列車をね、ワンチャン変えたら
そっちがいいんだよな。ちょっと聞いてみましょうか。この奥がチケットセンターかな。やっぱ暗いね、中が。そんな感じなんだよ、この東系は。でもおしゃれだ。めっちゃコーヒーのいい匂いがします。カフェがあるからね。左手あちら側がチケットオフィスですね。ちょっと聞いてみたいと思います。駅の中にはね、24時間のスパがありますね。24時間、素晴らしいね。はい、こちらが国際線用の列車のチケット販売窓口で、インターナショナルチケットウィンドウって書いてあるんですけど、今ね、この人で今30分ぐらいかかってて、もう聞くのやめようかなってちょっと思ってまして、はい、こっちでも聞けるみたいですけど、この人も結構もう1時間ぐらいなんかやってるみたいなんで、そう今スタッフの人に確認したけど、ここでしか21番か20番でということだったんですけど、スタッフの人もいなくなっちゃったしね。どうしようかな。ということで4、50分並んでね、国際線のスタッフの人に今聞いたんですけど、売り切れでした。はい、買えなかったです。どれぐらい先まで売り切れかは分かんないけど、自分が乗ろうと思ってたあさってもしくはしあさってぐらいで空席がないか聞いたんですけど、一つもないそうです。ソールドアウトなんで、列車を買うのチケット買うの相当むずいですね。オンラインでも買えるって言って説明もしてくれたんですけど、オンラインで買えなかったんですよ。サイトがなんかおかしくてね、体験談とか見ると窓口で買った方がいいっていう風に書いてあったんで来たんですけど、買えませんでした。はい、と一旦駅を出ましょう。はい、それで中央駅の横に地下鉄の駅もありまして、ウクライナの地下鉄もなかなか面白いと思いますんで、ちょっと今から物は試して乗ってみたいと思います。ロシアの地下鉄みたいな感じで、モスクワのね動画でもお届けしましたけど、そんな感じなのかなと思います。すごい深くを走ってる地下鉄みたいで、はい、こちらの券売機でね買わないといけないかと思ったんですけど、今駅の人に聞いたらクレジットカードのタッチで地下鉄乗れるみたいです。なんで現金も切符も買わなくていいんだね。で料金は一律なんですよ。一律で8なんで、どこまで乗っても同じ料金なんですよね。すごい混んでますけどなんでこんな地下鉄混んでるんだろう。すごいな。カード使えますね。お、乗れました。すごい楽。チケット買わなくてもいいわ。すごい深いですね。めちゃくちゃエスカレーターの速度速いです。もうタッチで、クレジットのタッチで乗れるならもう何にも迷うことないですね。チケットも買わなくていいし、すごい先進的だわ。一応モスクワの地下鉄もそういう風になってたんですよね。ビザマスター使えますよって。ただ経済制裁で弾かれてるんで、ウクライナは普通に使えるんですね。基本的にウクライナではこちらのワイズを使ってます。アメックスがね、ホテルは使えたんですけど、それ以外使えなかったりするところあったんで、この方がいいかなと思って使ってるんですけど、もうすでに即時決済でこの地下鉄の料金31円引かれてました。素晴らしい。とにかく混んでるけど、ほぼロシアと同じだわ。もう雰囲気も匂いもモスクワの時と同じですね。あんな感じで時刻とかが表示されてるのがロシアと同じだなと思いますね。駅はきっと核シェルターの代わりになるんでしょうね。相当深かったですね。利用客の人がすごいいっぱいいるのが驚きです。すごい混んでましたからね。いやでも何度も言うけどタッチ決済で乗れるのめっちゃ楽だわ。これバスも行けるんかな。そしたらもう最強ですね。一切悩まなくていいですね。それでは列車が入線してきました。人生初めてのウクライナ地下鉄。Наступна станція університет. Дотримуйтеся комендантської години, яка триває від опівночі до 5 ранку. The next station is Universitat.あまりにも混んでたんで降りました。ということで1駅しか乗ってないんですけど、一旦降りました。あまりにも混んでたんでね。そうで、あとね、やっぱり難しいです。行き先とかが全然分かんなくて、英語の放送はあるんですけど、字幕が出たりとか電光掲示板みたいのがなかったんで、これ難しいですね。そ
そう思いました。Google マップ見ながらやれば大丈夫だと思いますけど、一駅しか乗ってないですけど、一旦ちょっと出ようと思います。果てしなく長いですね、エスカレーター。すごい深いとこ走ってますよね。おそらくね、改札はね、多分何もないんじゃないかな。どこまで乗っても同じ料金なんで、出る専用のとこだけ通ればいいみたいな感じだと思います。わあ、ここもすごいね。あ、まだあるんだ、奥が。この駅はユニバーサルシティパークとかいう、さっき英語の放送では聞き取れましたけど、何なんでしょうね。どこか分からず降りてます。でも1駅しか乗ってないんで、さっきの中央駅からめっちゃ近いとは思いますけど、はい、やっぱり何もなく出れました。改札も入りしかないですね。ちょっと小雨が降ってますけど、どうしようかな。なんか何もないところに出てきちゃいましたとりあえずなんか食べたいですね。今お腹空きました。昼食べますか。ちょうど駅から歩いて10分ぐらいの場所にウクライナ料理屋さんがあったんで、評価は高かったですけど、ちょっと何も調べてないですけど、とりあえず行ってみようかなと思います。ちょっと天気がね、こんな感じで微妙で曇っててあれなんですけど、すごい綺麗ですね。景色が、紅葉が綺麗です。今これは公園の中ですね。このレストランのはずですね。公園の中にあるんだ。やってんのかな。ああ、人はいますね。すげえお腹空いた。入り口はこっちでした。全然お客さんいないけど大丈夫かな。お店入りました。相変わらず超愛想がいいですね。中あったかい。すげえおしゃれですね。ここはウクライナ料理専門店になってましたけど、お客さん、ちらほらいましたね。で、ボルシチとか食べたいですね。ボルシチはウクライナ料理ということで、ロシアで食べたボルシチも超うまかったけど、ちょっと今回はね、食べ物に関してはちょっと予算関係なくガンガン攻めたいと思います。移動でね機内食とお菓子ぐらいしかまだ食べてないんですよね。せっかくなんで食事が美味しいウクライナで満喫したいと思います。今ね、がっつり注文しました。メニュー持ってかれちゃったんですけど、一応英語書いてありましたけど、はい、翻訳でやりました。でもスタッフの人がすごい協力してくれるんで、おすすめ聞いたら、おすすめのサラダってやつと、あとボルシチで、メインはね、キエフチキンっていうのがウクライナのここのね名物だって言ったんで、他にもね、子牛のグリルとか肉系が多かったですね。あとサーモン、すごい迷ったんですけど、キエフチキンを頼みました。はい、結構ね、どうなのかな、この標準的な値段のあれは分かんなかった。一応キエフの街の中にあるレストランだから、高いかもしれないけど、値段も全然見ずに、はい、頼みました。ドリンクは今ゼロコーラ頼みました。ちょうど1杯分のちっちゃい小瓶だね。ちょっと足りないんで、炭酸水も今頼みました。ということで早速料理が来ました。めちゃくちゃうまそう。これが本場のボルシチです。あとパンもついてきました。やばいね、これも超うまそうだわ。もうめっちゃお腹空いてるから、うわー嬉しい。それじゃあいただきます。思ったよりもでかいです。ラーメン丼ぐらいパンパンに入ってるわ。うわ、すごい具材が超たくさん入ってる。肉が大量に入ってるわ。どちらかというと野菜のコンソメスープみたいな、今まで食べてきたのはだったんですけど、こんながっつり肉が入ってるの初めてかもしれない。いただきます。超うまい、超絶うまいっすよこれ。染みますね、この寒さに。ボルシチを食べたことある人ならわかると思いますが、この真っ赤なのに味は超あっさり、基本的にはコンソメスープの優しい味がして超美味しいです。あと熱々なのも嬉しいですね。お肉はね、これ何肉なんだろうね。多分豚肉だと思いますけど、なんかスペアリブみたいな骨付きのやつが3つもでっかいのが入ってました。これだけでもお腹いっぱいになりますね。メインとサラダ頼んじゃいましたけど、すごいわ。来た甲斐ありましたわ。超美味しいです。パンも美味しそうですね。ボルシチにつけて、それで今頼んだものが全部一気に来ました。こちらがおすすめされたサラダですね。チキンとかも乗ってて、ベーコンも入ってるわ。すごい量だな。でもちょっと野菜全然食べれてなかったんで、
嬉しいです。あとこれが名物のキエフチキン。これなんかウラジオストクでもなんか食べたやつ似てますね。鶏肉のなんかコロッケみたいな、メンチカツみたいなやつですよね。超絶おしゃれですけど、はい、これ溶けたバターが入ってて、あとこれモスクワ行った時ロシタビさんとも食べたやつだな。はい、美味しそう。超うまい。チーズとニンニクが効いてるなんかドレッシングみたいなやつですね。うまい。揚げたてです。いただきます。全体的にねすごいバターの風味がして、で鶏肉がちょっとミンチになってるんだけど、でも塊も残ってるみたいな、なんか絶妙な感じで美味しいですね。で衣がなんか大阪の串カツみたいにこう薄くて細かいパン粉のやつで、味もねもう最高に美味しい。やっぱウクライナ料理うまいね。はい、もう熱々で揚げたてっていうのもすごいと思います。結構ね海外って日本人よりが食べてるものよりもぬるいものが出てきたりとか、温度のね感覚というか、なんだよせっかくうまいのにこれちょっと冷めてるじゃんみたいな多かったりするんですけど、全部熱々ですね。スープも熱々、揚げたて、サラダシャキシャキで結構冷たいですし、すごいクオリティ高い。このレストラン選んでよかったっすわ。もう最高こんなにうまいとは思わなかった。想像を超えてきました。超うまい。ということでお店出ました。めちゃくちゃ美味しかった。わあもう体がね生き返るぐらい、ちょっと過酷な移動してきてたっていうのもあって、久しぶりにあったかくて優しくて、あと新鮮な野菜食べれてすごい満足しました。本当美味しいですね、ウクライナ料理ね。ちなみに注文するとき全然値段見なかったんですけど、879なんで、今即時決済のあれ見たら3354円ですね。サラダとメインコースとボルシチと、パンはついてきましたけど、あとドリンク、コーラと炭酸水、だいたい1品1000円ぐらいなんで、かなりしっかりしたレストランだと思うんで、他のヨーロッパの国々ねもっと高いと思いますから、スイスとかなんかコーヒーとパン頼んだだけで2500円とか3000とかいくからね、それ考えたら相当安いし、ボリュームもあるし、出来たてだし、すごい良かったです。それで先ほどのレストランの近くにですね有名な教会があったんで、ちょっとそれを見に行きましょうか。おしゃれなコーヒー屋さんとかいっぱいありますね。ちょっとやっぱ寒いわ。街並みが本当にロシアそっくりというかソ連感があって、もうこれだけでも楽しい。おそらく今私が歩いてるこの通り、東京でいうと銀座みたいな感じなのかな。おしゃれなお店がいっぱいあったり、ブランドもいっぱいありますね。今回ウクライナに来てめちゃくちゃ良かったと感じてます。久しぶりにこう充実度がすごいというか、なんか旅してるなって感じもあるし、みんな優しいし、あと楽ですね。なんか安心感があります、妙な。あとはコーヒー屋さんがめちゃくちゃありますね。カフェだらけですわ。おしゃれな。皆さん本当にたくさんコーヒー飲むんですね。この先に聖ウラジミール大聖堂という大きな教会があるみたいです。見えてきました。これですね。すごい派手な色ですね。あんまり教会とかこういうの興味ない人いると思うんで、ざっくり見る感じでいきます。立派ですね。はい、中での動画撮影とか写真撮影は有料らしいです。はい、お金払います。ということで中に入りました。すごい綺麗です。すごいですね。なかなか迫力のある教会でしたね。全然私そういうの詳しくはないんですけど、荘厳な空気でした。それで本当にウクライナの人たちって優しいですね。今中のね、撮影所っていうのが
お金必要なんですけど、それ払うためにね受付のとこ行ったんですよ。そしたらね優しそうなおっちゃんがお前はどっから来たんだって言うから日本から来たと、ジャパンって言ったらまたねすごいテンション高くなって、おーすごいなみたいな。でそこでもうお金いらないと、自由に見学しろっていう風に言ってくれました。もう泣きそうっすね全然払うつもりだったんで、いや払うって言ったんだけどいいって言って受け取ってくれませんでした。すごいわ。いやここまで優しくされると本当ね泣きそうだよね。本当いい人が多いな。ということで教会も見ましたんで次の場所に行きます。それで先ほどのウラジミール教会の近くにですね、歩いてきたんですけど、この辺がもう一帯旧市街なんですよね。それで目の前に見えてるこちらの教会、これがね世界遺産の聖ソフィア大聖堂っていうのが近くにあったんですよね。世界遺産ならちょっとね見とこうかなと思って、歩いてきました。ちょっと入ってみましょうか。すごい広いですね。人はあんまりいませんけど、この先も教会があるんですけど、私そんな詳しくないんで分かんないんですよね。この辺なんかやっぱ旧市街なんでいろんなものが、玉ねぎ頭の教会がいっぱいありますね。あとこの広場には高級ホテルハイアットリージェンシーがありますよ。すごい大きいな。画角に入りきらない。ただね空いてなさそうなんだよねだいたい私が来ると閉まってたりするんですけど、こういうところはせっかく世界遺産だから入りたいんだけどな、閉まってるんですよね。で人もいないから多分今日開かないんじゃないかな。 Google マップだとね営業中になってるんですよね。であっち側にも入り口あったんだけど、そこも閉まってたんですよね俺大体海外の、しかも特にヨーロッパのこういう名所みたいなとこ来るとやってないこととか入れないことばっかりだな。諦めるか。あとですね、先ほど地下鉄乗ったじゃないですか。でその後ねいろいろ調べてたら、なんと世界一深い、地下を走るね地下鉄の駅がキエフにあるんですよ。でそれをちょっと知ったんで、もう一回ちょっと地下鉄に乗り直してその駅まで行ってみましょうか。それではまた地下鉄に戻って世界一深い駅まで乗ってみましょう。それではこちらの地下鉄の駅から、目指しましょうか。いやー寒いですね。スマホの電池の減りも早いですし、カメラもなんかちょっと動き悪いですね。それでは駅に入ります。いや駅の中あったかいわ。めちゃくちゃ速いんだよな、速度が。怖い、乗るのが。十分これでも深いと思いますけどね、これよりさらに深いんですよね。はい、すごい芸術的ですね。駅の作りがね本当に芸術作品ですよね。本当ソ連の影響を受けてるところはみんなこんな感じになってますよね。俺多分間違えましたわ。この赤い方に乗らないといけなかった。今緑乗っちゃったんで、本当はこの赤い方レッドラインに乗らないといけなかったんですね。間違えて今緑乗りました。なんでさっきの駅に戻ってこの赤に乗るルートがあるんですよね、きっとね。あ、しまったな。もう一回戻ります。はい、先ほどの駅に戻ってきました。そうですね、これだ。この M1 の赤い方乗らないといけないんだ。よかったよかった。ナンバリングもありますね。121番のこれなんて読むんだろうね。アレセネラナわかんないけど、この121番の駅に行きます。このホームで合ってますね。
正直駅の中に入ったらどれぐらい深いのか分かんないんで、やっぱ出るところですよね。エスカレーターがどれぐらい長いのかみたいなところだと思いますけど、正直見た目はさっきと変わんないですけど、でも長いわ、すごいわ、果てしなくある。ウクライナはエスカレーター右側でこう寄るタイプですね。なんで大阪とかと一緒ですね。愛知県はね左なんですよ。東京とかと同じなんですけど、そうウクライナは大阪と同じだ。これは一番後ろを見た方が迫力がありそうですね。この前を見るよりもこれはすごいねそれではこれで終わりかな。まだあるかな。だいぶ時間かかりましたねまだありますわ。2本目も相当長いですね。高速エスカレーターなのにさっきのホームから5分ぐらい乗るんじゃないかな。こういうところがなんか木の感じになってて、こういう一つ一つのデザイン性もすごいですよね。なんか古い高級ホテルみたいな味がありますね。はい、着きました。まだあるかな。出口はやはり何もないですね。改札みたいのがこのまま出て終わりですね。これが世界で一番深い地下鉄の駅でした。なんかこの周りおしゃれゾーンですね。なんかマックとかありますし何でもマックに反応しちゃうのなんかそろそろやめないといけないね。かっこ悪いよね。はい、カフェとかもいっぱいありますね。今どこにいるかわかんないけどすごいおしゃれな場所です。ちょっとおしゃれなコーヒー屋さんでも入りますか。いい感じのおしゃれなカフェに入りました。ちょっとゆっくりしましょう。ということでホットコーヒー頼みました。1杯200円ぐらいですね。めっちゃ安い。すごい雰囲気がいいです。もう外寒いんで出たくないですわ。いや、あったかいコーヒー最高だね。美味しい。めっちゃ美味しいわ。ちょっと次どこ行くか、ここで温まりながら考えたいと思います。それではコーヒーで温まったんで、近くに無名戦士の墓っていう、そういった広場が、お墓というかそういうのがあるんで、そこに立ち寄ってお祈りでもしていきましょうか。今のところ一回もね、こう街中でウクライナ軍の戦車を見たりとか、なんか建物が破壊されてるっていうのを見てないんだよね。たまたま通ってないだけだと思うけど、一回もないですね。結構ね、地下街とかも多いですね。なんか表あんまなかったりするんですけど、道の下とかくぐるときとかこんな感じで商店がいっぱいあったりしますね。この先に塔が立ってますね。オベリスクですね。実際にウクライナ来てね、ちょっと思ったことがあって、ウシャンカ買うってる人いないんだよね。で、お店とかでも売ってなくて、普通のなんかニット帽みたいなやつかキャップしか売ってなくて、一応ね持ってきてかぶろうかなと思ったけど、あれ一応ロシアの帽子だから、ウクライナの人たちの前でかぶったらあんま気分良くないんかなと思ってね、調べてもそれ分かんなかったんだよね。でも一応あれロシア以外の国々もかぶってるんで、ポーランドとかね、北欧の人たちとか結構あれ清掃なんですけど、ウクライナかぶってないんだよね。だからちょっと自粛してます。誰か分かる人いたらコメントください。かぶらない方がいいのかなっていう、ちょっと勝手に今空気読んでる感じでかぶってないんですけど、めちゃくちゃ広いっすね。久しぶりにこういうとこ来たな。ここの炎はずっとついてるんですよね。モスクワにもありましたね。すごい、はい、ずっとついてますね。滞在中ずっと曇ってるけど、一応ここは絶景スポットですね。街が綺麗に見えます。一応 Google レビューを参考にしてるんですけど、キエフはね、やっぱ教会ばっかですね。教会の街なんですね。見どころとかおすすめとか、日本人の人がよく行く場所、ほとんど教会でした。さっきの場所を後ろから見るとこんな感じなんですね。
雰囲気は味わい深いですね、この辺とかも。なんかがっつりヨーロッパって感じでもないし、控えめな感じの、いいですね。入れるならちょっとこの中入ってみましょうか。すごいおしゃれということで、あそこがねチケット売り場で、今お金払ってきました。クレジットカード使えます。200フリブナなんで800円ぐらいかな、入場料がかかる教会ですね。やっぱり何かにつけて日本人って聞くとすごいテンション高くなるの、なんかウクライナ独特ですね。今もおっちゃんがすごい優しく教えてくれたんだけど、どっから来たっていうか日本って言ったらおーって言って、全然関係ない人も近くに来て、なぜか握手を求められました。今回キエフで何箇所か見た教会の中で一番でかいですね。こんなに広いのにほとんど人がいないですからね。俺だけしかいないよ。みんな来ないのかな。でもレビューではね、必ず立ち寄るスポットみたいになってたんで来たんですけどね。ちらほら奥に歩いてる人はいますけど、よく考えたら戦争中ですからね。普通にたくさん外国人の人が来るわけではないですもんね。だからガラガラなんだ。普段だったらいっぱいなんでしょうね。朝一の世界遺産の大聖堂入れなかったんで、ここぐらいはちょっと入っておきますか。入場料も払ったし。これはすごいですね。天井もすごい。なかなかすごかったですね。来る価値はあると思います。皆さんがどれぐらい興味あるかって言ったらあんまなさそうだけど、意外とね行ってみるといいっていうのはありますからね、こういう教会とか。ということで、こちらの教会もざっくり見ました。次行きましょう。それでこの後どこに行こうかなと調べてたんですけど、今回チェルノブイリにはね行けなかったんですけど、このキエフ市内にねウクライナ政府国立チェルノブイリ博物館っていうのがあるみたいなんで、今日やってるということでそこに行きますわ。今ボルト呼んだんで直接行っちゃおうと思います。博物館の近くまで来ました。路面電車走ってんだね。そういえばまだ一回も見てなかった。すごいレトロな路面電車が止まってる。この辺もすごいおしゃれスポットですね。人もいっぱいいますわ。地下鉄の駅もここにあるんだね。多分これだと思う。ナショナルミュージアムだからこれだよね。多分これですね。多分合ってると思う。お客さんも入ってったわ。ということで入場料払って中に入りました。ちょっと外国人のね国籍によってちょっと値段が違うみたいで、あとカメラのこの撮影代、撮影するならいくらっていう風になってて、全部で355フリブナ、日本円で1350円ぐらい、払いました。今ね入場料を払ってるんですけど、日本人だって言ったらなんかちょっと高くなりました。362ですね。なんか国によって値段が違うんですけど、131じゃなかったですね。一応オーディオガイドもあって日本語もあるって言われたんですけど、自分は断りました。それがね1000円ぐらいしますかね。本当はねチェルノブイリ行く予定だったんですけど行けなかったんで、少しでもということで、ここは堂々と撮影できるんでね、お金さえ払えば。これはあれですね、死の灰が放射能が広がってる、当時のなんかこの様子ですよね。北欧とかもやばかったんだね、きっと。ノルウェーとかドイツとかポーランドとか。結構ねチェルノブイリはベラルーシの近くなんですよね。自分は専門家じゃないんですけど、これ結構原子力とか興味がありますね。原子力発電所とか原子力潜水艦とか空母とか、そういうのもあって見に来たかったんですよね。あとね知らなかったんですけど、チェルノブイリっていう町は基本的にユダヤ人がたくさん住んでた町で、それをソ連がユダヤ人たちを追い出して、でチェルノブイリで働く人たちの町を作ったんですよね。結局やっぱりユダヤ人が全部絡んでるんですよね。日本の広島新聞の記事がありますね。これ原爆のやつだと思いますけど、
すごい、こんなとこで日本語のあれを見るとは思わなかったな。本当はここに行く予定だったんですよね。これ中見れるツアーがあるんですよ。それでは一通り見てきましたけど、最後お土産がたくさん売ってますね。この原子力のマークが入った T シャツとかちょっと欲しいな。この原子力のマークのステッカーいいなと思ったけど、これスーツケースとかなんかパソコンとかに貼ったら勘違いされそうですよね。お前何持ってんだみたいな感じになりそうなんで、ちょっとやめた方が良さそうですよね。特にこれから出国する時とかに。それではちょっと路面電車に乗って中央駅の方に戻ってみようかなと思います。駅の目の前まで行く路線はちょうどここないらしいんですけど、近くまでは行くみたいなんで、そこまで乗ってから、行こうかなと思います。ただクレカで払えるかちょっと分かんないんで聞いてみます。現金っぽいですね。それだったらちょっと小銭持ってないんでね、クレカ使えるみたいです。あ、使えました。すごい見た目がめっちゃ古い車両でしたけど、普通に使えました。マスターカードのタッチで。よかった。とりあえずこれで 3,40 分乗れば中央駅の近くまで行くんで、はい、これで景色見ながらのんびり行きましょう。ただこの車両には行き先とか電光掲示板とかモニターは一切ないんで、Google マップ見ながら行くって感じになりますね。あ、ドアが閉まりました。キエフの路面電車ちょっと味わい深いですね。座席はかなり簡易的な、お尻が痛くなるやつですね。はい、エアコンとかもついてないですね。寒いから、暖房も効いてないですわ。はい、1両編成なんですが、割とねお客さん乗ってきますね。ですぐ降りる人もいるし、でちょこちょこね、自分がちょっと見てたらお金払ってない人いますね。何もタッチとかしない人が、ちらほらいるなって感じです。いわゆるキセル乗車ですかね。すごいマンションっていうか、こう高いビルがやっぱりこのソ連圏は多いですから、集合住宅みたいな、その間をねすごいギリギリをこの路面電車走っていくの面白いですね。もうこの辺すごい旧ソ連感ありますね。建物の色とか、あと結構起伏が激しいですよね。坂道が多いですね。でもああいう風におしゃれなコーヒー屋さんがポツポツあったりとか、このなんか天気が曇ってるんで薄暗い感じがまた味が出てる気がする。自分が朝来た駅とちょっと違う駅なんですけど、ここも一応キエフ駅になってましたけど、いいや、別にボルトとかで帰ればいいんで。ここもすごい大きいね、広場もあって、これは大きいショッピングモールですね。ちょっと入ってみますか。せっかく目の前にあるんで。あんまりスーパーとか以外は人がいないですね。経済状況はあんま良くないかもしれないですね。閉まってるお店とかも多いですし、この辺も全部閉まってるね。特に見るものはなさそうですね。ただなんかお店のこういう作りとかガラス張りな感じがロシアと似てるなって思いますね。あといろいろ見て思ったんですけど、ウクライナの人たちすごいタバコ吸うんですけど、電子タバコめっちゃ吸ってますね。みんな大体電子タバコだ。歩きながら吸ってる人たちね。日本よりも多分普及してるんじゃないかな。ちょっと寒いんでもう一回コーヒー飲みます。ここもおしゃれそうなカフェですね。ここもなんかすごい甘そうなケーキがいっぱい売ってます。ちょっと寒いんですけど外で飲みます。
なんかあったかいけど、ここはタバコ吸えるからね。ホットコーヒー1杯200円ぐらいでした。はい、クレカで、決済できます。しかもなみなみ入ってるわ。すごい熱々でいいね。ウクライナ料理熱々が多いね。ぬるくない。今のところね、全部飲み物はちゃんともうチンチンなぐらい熱いですし、スープとかもあったかいし、結構ねぬるかったりそうなんかするとがっかりするじゃないですか。多分日本人の方は特に。ありがたいですね。とりあえずこの後ちょっと疲れたんで一旦ホテルに戻ります。ちょっと疲れたんで休憩して、で昼はねウクライナ料理食べたんで、晩ご飯ちょっと何食べようかなっていう感じで考えてますけど、今日はもうこれで晩ご飯最後食べて終わりにしたいと思います。ていうか今日はっていうかもうこれでウクライナ滞在終わりですね。それでホテルに戻ってきて今ちょっと休憩してました。で今回のウクライナ滞在最後の、晩ご飯というかそれで今回ウクライナ滞在最後のね晩ご飯ということで、先ほどホテルのスタッフの方にねレストランおすすめないかっていうのを聞いたんですけど、ウクライナ料理というかグルジア料理なのかな、なんかグルジア料理屋さんが多いんですよ、とにかく。でなんかウクライナとグルジアとなんかステーキがなんか混ざったようななんかお店があって、で Google レビューの評価は 4.9 なんですけど、ホテルからめちゃ近くてね、値段はちょっと高いんだけど味は最高だというレストランをねちょっと紹介受けたんで、もうそこに決めました。はい、歩いて行ける距離なんで、はい、そちらで最後の美味しい食事を食べて締めましょう。だいぶ夕方になっても暗くなってくるとすごい寒いですね。あと昼に食べたウクライナ料理がめちゃくちゃ美味しかったんで正直もう一回あそこでもいいかなって思ったんだけどとりあえずちょっと見えてますね、目の前のレストランに行きます。シャレオツな感じですね。はい、かなりいい感じのレストランですね。メニューは QR コードでと言われましたけど、で今メニューが開けたんで見てますけど、だいたい1品1500-1600円って感じかな。ちょっと高いかもしれない、他のところよりも。ただ美味しいと聞いたんで、それでも、払えない額じゃないですよね、他のヨーロッパに比べたら。最後なんでちょっと贅沢しましょう。こんな感じで今メニューを頼みました。炭酸水とボルシチとステーキとサラダが一緒になってるやつ。炭酸水すごい高いね。今ドリンクで普通のボトルウォーターもね150ぐらいだったんで、でも日本でもこれぐらいするか。スーパー価格で考えてたら相当高いですけど、ここよく考えたらレストランなんで、しかも結構いいレストランですからね。はい、とりあえず3品頼みました。かなりおしゃれでいいレストランだと思うんですけど、俺入り口近くの席なんですよね。奥のもっとみんながいる方で食べたかったんですけど、ここ寒いんだよね結構。今の女性の人がお前はここ座れって言ってきたんだけど、これね結構日本人の人気づいてないと思うんですけど、これ差別入ってる場合あります。はい。ウクライナの人たちがそういうことするとはあんま思いたくないけど、ハワイとか行ってもね、日系人の人とか日本人が来ると入り口近くで欧米人の人たちはもっと厨房の近い真ん中の席っていうのがあるみたいです。これ現地の人に教えてもらったんですけど、自分がお店が空いてるのに入り口とかどこに案内されるとその可能性があるらしいですこれは僕の個人的な意見と聞いた話だけで話してるんでお許しください。異論はあると思いますけど、なんで今入り口近くなんで寒いんですよね。ほぼ玄関の横みたいなで、2階も3階もこの席があるのにこういうところなんで、ちゃんとしたねジャケットとか着てないし、アジア人だからしょうがないかもしれないです。ということで意識高い人が大好きな高い炭酸水です。これがウクライナで食べる最後のボルシチですね。お昼に食べたお店の方が量はかなりありましたけど、これかなり少ないですね。ここのボルシチはこれ牛肉ですかねがもうほぐして骨とか入ってるわけじゃなくて、こんな感じになってますね。それじゃあいただきます。ボルシチうまいね、めっちゃ美味しい。これラードですね。味がついてる。以前にモスクワでウクライナ料理屋で食べた時にも出てきましたけど、バターとかの代わりでこっちはラードをねパンに塗って食べるんですよね。
も美味しい。久しぶりに食べた。それでメインのステーキですねとサラダです。これは普通にうまいでしょう。いい加減に焼けてますね。久しぶりに牛肉食べたな、ステーキを。美味しいけど普通かな。ただ高いだけって感じがしてきた。昼に食べたウクライナ料理の方が全然美味しいな。ということでお店出ました。お会計はね、全部で1275フリブナ、日本円だと4828円ですね。今回ウクライナで使ったお金の中では一番高かったかな。一応ホテルの人におすすめされて、あそこは間違いないみたいな感じで食べに来たんですけど、正直あんま自分の中では納得してないですけどね。態度もあんまり良くなかったし、ウクライナで一回もなかったのね、そういうのね。めっちゃみんないい人多いのになんか微妙でしたね。私がアジア人だからでしょうか。でもこれも思い出ですし、戦争中の国でね、こういう高級レストランも普通にやってるっていうのがね、知れただけでも良かったかなと、思いましたね。そこまで高級かどうかも分かんないけど、でも結構お客さん入ってますね。これでウクライナの滞在がね終わりになりますね。とりあえずホテルに戻ります。ということで今初めてですね、空襲警報が鳴ってます。初めて聞きました。動画の最後には なったと思いますが、果たして無事出国できるでしょうか。次回に続きます。今ミサイルの音がしました。今飛び出てきたんですけど、飛んでますね。見えるかな。だいぶ距離はありそうですけど。